こんにちは、自分です。この動画は、自作、CPU の紹介動画となります。数パートに分けて紹介しようと思います。まずは動画の構成、つまり目次、です。まずは CPU の概要についてです。CPU の名前や開発の経緯も紹介します。次は CPU のアーキテクチャについてです。CPU のメモリとそのついでにブロックダイアグラムも紹介します。3番目は命令群の紹介です。命令とその具体的な動作を説明します。4番目はそれぞれのブロックごとの回路を説明します。5番目はパソコン上でのシミュレーションの様子を紹介します。そして最後に、FPGA を使った制作の様子を紹介します。これで全体の話は終わりです。1、CPU の概要。あらかじめ断っておきますが、私は CPU や論理回路について誰かに教えてもらったり、しっかりとした本を読んだりはしていないので、自分オリジナルの考えや、低レベル、非効率的な設計も多々あると思いますが、ご了承ください。この CPU を作成する際いくつかの本を参考にしています。その中で一番参考にしたのは、CPU の作り方、です。なので、この CPU はそこに掲載されている TD4 に大きく影響されています。具体的には、TD4 の構造や設計方法を参考にしつつ、物足りない、と感じたところを独自に適当に追加した感じです。その他の参考文献は、最後にでも紹介しようと思います。それでは CPU の名前の紹介です。名前は MLM7 と言います。MLM は、マルチパーポズ、ロジック、マシーン、です。中3の時の命名なので、格好悪いですね。意味は、汎用論理機械、だそうです。和英辞典がなかったから、変な風になってますが、ご了承ください。MLM7 となっているのは、7号機だからです。当然です。じゃあ、1号機はどんなのだったのかというと、文字通り、汎用、論理回路、でした。つまり、プログラムによってどのような素子にもなるものが、マトリクス上に並んだモノリス、じゃなくてものです。こんな感じ。それぞれの四角が素子で、すべて同じものです。これらの素子それぞれにプログラムを与えることで、アンドやノットやただの線になったりします。これが MLM2 の構造です。赤色の線のようにフィードバック用の線があります。MLM1 では組み合わせ回路だけだったのが MLM2 では順序回路も組めます。しかし、これらは、それぞれの素子のコスト、かける素子の数、がとても高い。そして、結局論理回路を組む必要がある。というように、汎用性を追求した結果、現実の CPU とは似ても似つかぬ姿となったため、別の方向で制作することになりました。その次に考えたのは、素子を一つにする、ということでした。それが MLM3 です。その全体的なアップグレード版が、MLM4 です。これらでは、命令1つが8ビトで、はじめにビトが演算内容、次にビトが入力1を選択、続く2ビトが入力2を選択、最後にビトが出力先を選択、というように、命令が直接それぞれに送られる仕組みでした。このコンセプトで命令の種類などの変更を経て、MLM5 ができました。一応全体回路図は存在しますが、テストはしてません。プログラムを保存するメモリには、当時知りたてだった、シフトレジスタを大量に連結してます。このメモリにプログラムを送るための装置も、同時に作りました。その後、どういう経緯かは忘れましたが、MLM6 では、チューリングマシンを参考にしよう、というコンセプトを書いた紙は残ってます。しかし、命令群に問題があったので、制作が停滞することになりました。命令は先ほどのものだったのですが、これでは演算はたったの4種類、レジスタも IO を除けば3アドレス分と、低スペックもいいところです。せっかくプログラムのアドレスを指定して、そのプログラムを取り込むという、かなり本格的な仕様であったにもかかわらず、制作を中断してしまったのは、非常に残念です。さて、ここまで歴代機を紹介してきたのですが、いよいよ MLM7 です。MLM6 制作時から、図書館で CPU の図解の本を読んで、プログラムカウンタやサブルーチン、アーキテクチャといったことを学び、CPU がどんなものだったのかを知りました。しかし、具体的な回路がわからず、困っていた時に、CPU の作り方を読んで、具体的な案が浮かんできたことで、MLM7 を作ろう、という契機になりました。これが MLM7 のスペックです。特徴的なのは、3ビト PU だということでしょうか。なんで3ビットなのかというと、1命令の長さを8ビットにして、かつある程度の命令の種類を確保するため、命令指定を5ビット、イミディエイトデータを3ビットにしたためです。以上で CPU、MLM7 の概要の説明を終わります。以上。